こんにちは、MD ジャックです。最近夜の気温が少し下がり、ようやく眠りやすくなってきた感があります。これで寝不足が少しは解消されるといいんですが。皆さんこんにちは。睡眠は大事です。愛は1日8時間寝てます。さて今回は C オーディオブレイバリーですが特別バージョンなんですね。オリジナルバージョンのレビューは喋りの音声がなかったので、愛はブレイバリーのことほとんど知らないんですよ。そうだったね。じゃあ今回よーく聞き込んでみて。はい、楽しみです。このカラーの前に限定モデルとしてルビーレッドバージョンが複数の店舗で販売されていますが、今回のネイビーブルーバージョンはアリエクスプレスに出店しているアンジェリアースオーディオストアのエクスクルーシブエディションで、1000本限定のようで各個体にはシリアルナンバーが入っているとのこと。ブレイバリーのオリジナルモデルがとても良かったので音質の違いはないらしいですが、実際聞いてみるとおやと思ったので、後ほど波形を見ながらお話しします。価格は4万円オーバーで、今の愛にはちょっと手が出せない価格帯のモデルです。私もメーカーさんやショップさんのサンプル提供がなければなかなか手の出しにくい価格だよ。でもこの1本あれば他に多くのモデルを必要としないぐらいいいのは確かなんで、たくさんのモデルの音を聞く目的ならどんどん買えばいいと思うけど、良いモデルを何本か持っていればそれでいいっていう考えの人には、予算を集約してこの1本を入手する方が結果的に出費が抑えられるようにも思えるよね。なるほど。このチャンネルのお手伝いをしていると多くのモデルに触れるのが当たり前になっているので、そういう考えは浮かびませんでした。外観の違い。写真の通り少し小ぶりになっており、オリジナルモデルとは形状的には別物と言っていいでしょうね。装着感も耳に当たる側のイヤーフィンの凹凸があるので苦手な方がいらっしゃるでしょう。それとノズルがリミテッドバージョンの方が角度があり、愛はこちらの方が安定しました。交換可能なジャック付属。他のメーカーでもバンドルされていたり販売されていたり、最近この交換可能なジャックはよく見かけます。ところが写真の通り 2.5mm が2個入っていて 3.5mm がなかったんです。ちょっと悲しいですよね。お店に連絡したらちゃんと対応していただけました。細かい付属パーツが増えてくるとこういうトラブルも増えると思うので、こういうのを引いちゃった場合は怒らず慌てずがっかりせず、冷静に写真など撮ってお店に不足分を証明して対応してもらいましょう。ドライバーとバンドル品。低域はノールス社製 BA ドライバー2機、中域はソニオン社製 BA ドライバー1機、コム域はノールス社製 BA ドライバー1機搭載のフル BA モデルで、白芸社製ケーブルおよび瀬戸内ヤーフィットセラステックイヤーチップがバンドルされており、いずれもオリジナルバージョンと同じですが、ケーブルのジャックがスイッチング式に変更されています。今回のレビューとは直接関係ありませんが、瀬戸内ヤーフィットマックスを買ってみました。瀬戸内ヤーフィットライトとの比較では今域のピークが少し手前に来るようです。ステム系の制約はありますが、今後頻繁に登場する予定です。ではサウンドチェックに行きましょう。今回はオリジナルとリミテッドバージョンでの比較になります。後半でお話ししますが、手元の個体では音質に若干違いがあったので、収録音で判別するのはなかなか困難ですが、収録してみました。リアピは付属の瀬戸内ヤーフィットセラステックも装着感自体は良かったんですが、少し開放感が欲しかったので、ダンジジム TAPB トレブルを使用することにしました。エアープレッシャーバランスの効果は大きかったように思います。ではどうぞ、音量上がります。
後半スタートです。サウンドチェックの比較はわずかな違いだったと思いますが、愛の耳にはオリジナルバージョンの方がやや軽く、小域もちょっとだけ明るく、リミテッドバージョンは低域がちょっと強めに聞こえました。比較波形を見る前にオリジナルバージョンの復習をちょっとだけ。ブレイバリーは外観、チューニングなど SNS のコミュニティでオーディオファンの意見を反映して完成したモデルです。印象の詳細はジャックさんからお願いします。はい、では個人的見解ですが、ブレイバリーは特筆するような特徴を挙げるより、全てがかなり高いレベルにあるという表現が適切な気がします。低域は量感があり、かつベースラインやドラムのキックがむやっとせず、しっかり聞き取れる。高域はハイハットワークやシンバルワークのダイナミクス表現が細部までわかる。プレイヤー側から見て、左のハイハットから右端のフロアタムまでの低位感とか距離感がわかりやすい。リズム体中心に聞く癖があるので、こういう言い方になってしまいますが、ドラムンベースがしっかり聴けるモデルは他の楽器も良いことが多い。そしてどの帯域も突出していない。つまりバランスの良いチューニングの場合、音量を上げやすいことから解像感も高く感じる。その他の楽器の低位感も上下左右プラス奥行きを感じるが、そんなに主張は強くなく程よい感じで、最後に音は割と近めで、サウンドステージの広さよりモニターライクな質感優先という傾向。派手なチューニングに慣れた耳で聞くと少し物足りなさを感じるかもしれませんが、素直なチューニングであることがブレイバリーの個性だと私は解釈しています。オリジナルバージョンの印象としてお話しさせていただきましたが、リミテッドバージョンも性能は同じです。プレイナードライバー搭載モデルのレッドシオアー S12 と聞き比べたりもしましたが、パンチ力では一歩譲る部分はありましたが、繊細さでは S12 より少し優位に感じる部分もあり、フル BA モデルでもここまでやれるのかと改めて感心しました。ただ価格も考慮するとブレイバリーは S12 の倍ぐらいしますから、最近価格が下がりつつあるプレイナードライバー搭載モデルの人気もうなずけます。今回は少し情報収集してから動画制作に入りましたが、個体差があるのかオリジナルバージョンとリミテッドバージョンで音質の差がある方ない方いらっしゃるようです。私の手元の個体でもわずかに音質の違いはありました。2つのブレイバリーを同じ日に同じ条件下で異なるイヤピ6種で測定しました。どのイヤピの場合でもリミテッドバージョンは低域が若干強め、中域が若干抑えめ、4キロ付近での差が見られますね。測定前に聞き比べた印象と低域に関しては一致していました。中高域から高域にかけてはオリジナルバージョンの方が繊細な表現が少し優位といった感じです。高域の繊細さの違いについては比較波形と聞いた印象が逆のように感じたんですが、他の帯域の出方の影響とノズルの傾きの違いによる装着感も影響していると推測します。装着感の違いは測定時同音感に挿した場合には現れず、耳に装着した時に初めてその違いが現れるからです。リミテッドバージョンは低域の力強さがわずかに勝り、中域がわずかに抑えかで肩になっている分、オリジナルバージョンの繊細さに対し少しパワフルな印象でした。ただリミテッドバージョンの高域はイヤピの交換で印象が大きく変化し、繊細な表現も OK だったのと、これが個体差によるものかもしれないので、あくまで私の手元の個体ではということにしておきます。細かい違いについてはこのぐらいでしょうか。少し注意深く聞けばわかるぐらいの違いで、リミテッドバージョンの方がメリハリがあるなぁと感じましたが、オリジナルバージョンもさすがといった響き方なので、どちらのバージョンもいい仕上がりだと思いました。そんなわけでリミテッドバージョンの方がちょっと高めですけど、デザインもカラーもかっこいいので、装着感さえ合いそうならリミテッドバージョン推しかなという感じです。音もデザインもすごくいいので愛も欲しくなっちゃいました。手持ちのモデルを少し整理してこのブレイバリー買おうかな。限定モデルだから買うならあまりのんびりはしていられないかもだけど、価値観は人それぞれだし高いお買い物なのでよーく考えてね。はい。ということで C オーディオブレイバリーアンジェリアースオーディオストアエクスクルーシブエディションのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。